이야, 진짜 너무 멋있네요. 야, 이게 바로 가고시마죠. 마코짱. じゃあね、今日お父さんにね、聞きたいことがあるんだ。今までお父さんに彼氏って紹介したことがないじゃん。その彼氏の存在を気づいてた？いや、気づいてはいなかったかな。気づいてなかった。いや、けどね、どれぐらい前か忘れたけど、東京に行くって言ってたね。そう。そうそう。で、なんか、東京の誰課題の時の中国人の留学生、東京で一人で住んでたから、その子に会いに行って、ああ、そうなんだ。それまた1ヶ月後ぐらいにまた東京行く。また行くの？そんな仲いいのなの？俺もドンクなんだから。で、それが3回ぐらいになったのかな。さすがにこの俺でもこれだから彼氏やねん。さすがに気づいたんだ。そう。毎月行ってたから、それで。まあそれでなんだろうなとは思って、まあ結局お父さんもそうやっていろいろ聞いたから紹介する時期がたのかなと思う。じゃあ、まさかでも彼氏が韓国人とは思ってなかったでしょ？全く思ってない。そうだよね。再結婚するにしてもお姉ちゃんの理解そう。だと思う。今日はオーストラリアに留学で行ったことがあったから、今度は国際結婚すると思う。留学生会館っつって3人も入ってた寮があるんだよね。そこにリカを何回も送り迎えしてることがあったので、もしかしてリカはそういう彼氏を見つけてくるのかなと思って。そうだよね。まさかの箱だと思う。予想もしない。じゃあ、そうだよね、びっくりしたよびっね。くりした。でもね、お父さんに言った時はもう結婚したい人がいるから紹介するっていうので言ったの。もう彼氏だよじゃなくて、その時はじゃあびっくりしたと。びっくりして放心状態。そうだったよね。もうなんかみたいな。でもお父さんに彼氏を紹介するのも初めてだし、でもすでに結婚したい人だし、韓国人だし、日本人じゃないし、孫もめっちゃ緊張したの。じゃあ3人が来る時、会う前は結構なんかどんなイメージがあった？そうね。優しい。日本語で今聞いてたから、大体のイメージはできてるのかな。日本語で来ても優しそうな人なんだろうなみたいな。実際会ってどうだった？実際会ってもう大丈夫全然。話し方からやっぱり日本語ができてね、意思疎通ができたっていうのが一番だから。そうだよね。僕も3人で日本語できたからちょっと安心してた。日本語できなかったらね、ここまでいかなかったかもしれない。会ってみないと何とも言えんとかは言ったけど、孫がいらんなんだから、ほぼ 99% はもうその時点でこういう好きでは会う前からもうそう失敗したら失敗したでね、そういう経験なんだし、けどね、高青年だから安心して出せました。ありがとう。じゃあ逆に心配なこととかなかった？心配なことはね、いや、マも結構末っ子でわがままなところもあったから2人生活してうまくやっていけるのかなと。辛抱できるか。そう逆に孫がね、3人に迷惑かける。じゃあ韓国人だから何か失敗とかっていうよりは2人の間でのちゃんとどこかみたいな、そういうのかな。そう、ここの人だからっていうのはそれで心配っていうのはなかった。日韓関係はさ、人と人とは置いといて国と国だったらさ、ちょっと問題があったりするじゃん。それは考えないというか心配。あっちのお母さんが日本嫌いなんじゃないかなとか、反日。それはね、日本人の大学に留学して日本で働いて、そういうのがあったから、少なくとも日本が嫌いな方じゃないな。お父さんが韓国が嫌いで、孫が韓国に行くってなったら絶対反対する。だからそういうことはないんだろうな。国と国レベルの高い次元のことは。そうだよね。人と人だし。じゃあ
は日本と韓国の問題もいろいろあったけど、応援してくれたのはまあ一番なのは大孫の試合さん。まあもともとね、古い時代から日本と朝鮮半島交流があって、まあ海を挟んでるけど、もう一番近い国なんで、仲良くしていったに越したことはない。30人同士に日本に来てもらって、そうだね。いろいろ紹介したいし、そうだよね。またもうちょっとお父さんも仕事をリタイアして、まあ、ちょっと余裕ができたらまたちょっと帰る。もうミョンドンソウルぐらいしか行ったことがないから、もうちょっとね田舎の方に。まあ日本も島国だから、まあ、グループは本当文化は中国とか朝鮮半島そっちから流れてきて今の日本の基礎ができた感じ。頭がいい。でもまあ結構その大陸に対するまあ憧れっていうか、っていうのは多分心の底にはあるんじゃないかなと。お父さんが？そう？あ、そうなんだ。すごい。初めて知った。こう見えてね、いろいろ考える。じゃあお父さんがそういう気持ちでマックを送り出してくれて、鹿児島では一緒に住んでないけど、東京でこう2人で住んでて、YouTube の動画とかも上げて、帰ってくる時も2人を見てどうですか？そこはもう3人がね、よくしてくれてるし、我慢してるしそういうのもあるかもしれない。だからまあ娘の幸せが一番それに尽きるかな。ありがとうございます。 3人これからもよろしくお願いいたします。お願いしますじゃあ今日はこうやってお父さんと一緒にお昼ご飯食べに来て、お父さんのその時の気持ちを聞いてみました。ありがとう。はい。これからもよろしく。お願いします。